今回皆さん、心霊写真特集です。ね。はい。よろしくお願いします。前回ね、体験談ね、ちょっとこういった霊の世界にね、目覚めたというか、信じるようになったきっかけのお話をしていただきまして、で、その後ね、ニコ生で、いろんなそういったね、こう番組をやる中で、たくさん写真が集まってきたと。そうですね。その中から厳選の写真をお持ちいただいてる。はい。で、その中には、番組にね、出ようと思って、怖いのお願いしますって発注があったら持ってったら、スタッフさんの方から、いや、これ怖すぎるよ。そうです。無理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 。ってなった写真も含まれてるんですよ。はい。今日持ってきましたんで。すごいくないですか、皆さん。Google ドライブから今日は引っ張り出してきました。で、またすぐ今日でも消そうと思ってます。あんまり本当に良くないって言われてて。それをこういう風に見せるっていうのを、今まで結構いろんな階段のオーディションとか、夏になるとあるじゃないですか。はい。本当に言われた通り避けてきたんですけど、でも今回はやめました。持ってきました。本当にやばいよってやつを、今日ここで解禁してくれるってこと？はい。で、もう消します。これ以降はもう僕は出さないと思います。大丈夫かな？それはでも写真的に怖いっていうよりは、その中身、鑑定結果が怖くて。それ最後にしようか、じゃあ。それ最後にしますか？ね。はい。なんか最後、ね、もし見てもいいよって方がいたら、それは最後にしますので。見る分には大丈夫です、皆さん。僕が出すっていう行為が、相談した鑑定士の人曰く、あまり良くないって言われて。見せる分には、まあ、一応問題はないけど、ただ、それをこうやってエンターテインメントまで紹介すると、この石本さん本人に良くないよっていうやつを、最後ここで出してくれるってこと。これでもう帰ったら、もうちゃんと削除して、ちゃんとお祓いじゃないですけど、ちゃんと神社に行って、ありがとうございましたってこと。自分でもなんだけど、このチャンネルでそんな勝負しなくていいのよ。なんでそこでかけてくれるんですか？こっちからしたらもうありがとうしかないんですけど。いや、せっかくでもありがたいことにこれ座らせてもらったので、なんか、島田さんが喜ぶものをと思って。いやー、もうありがとうございます。じゃあそれは最後に皆さんにちょっとね、お見せしたいと思うので、じゃあ早速、最初の写真からいいでしょうか。はい。こちらになります。結構古いお写真ですけども、ひな祭り、ね、ひな人形が飾られていて、その前に可愛らしいお子さんが3人並んでるっていう写真ですね。はい。これにもうわかりやすく赤丸したんですけど。あ、左の、ね、ひな人形の中段あたりの外側ですか？それに、おかっぱの女の子が映り込んでるんですけど、わかりますかね？ああ、ほんとだ。おかっぱの女の子ですね。わかりますか？はい。皆さんわかりましたかね？わかりますわかります。顔見えますね。まあ、この写真っていうのが、この写真はそんなに怖さっていうよりは、ちょっと悲しさっていうのがちょっと含まれてて、やっぱりこのおかっぱっていうか、まあ、戦前とかちょっと昔に、やっぱりそのひな祭りって、それに関わったわけじゃないですけど、そこ付近に楽しみにしてたのに、まあ、天国に行かないといけなくなっちゃった、天国というか亡くなってしまった子が、やっぱこういうひな祭りの人形って結構宿るって言われてる。まあね、人形、ね、人城、ね、人型というのはそこに魂が宿るって言いますよね。で、この子たちのやっぱり羨ましくて、ただ気づいてほしくて、ただ本当に悪い例じゃない。本当に私がいるんだよ。私も、ここにいるってことを証明したい。それだけのために、ちょっと覗きに来たっていう。悪い例では一切ないんですけど。楽しげな雰囲気に誘われて、はい、出てきた。ね、確かに、すごい。1枚目からもう。で、あまり、この時代の昔の女の子が映り込むには、体力がいるっていうことがあって。結局最近、結構この古い感じの女の子、昔の女の子が映り込むことってないじゃないですか。例えば江戸時代の侍がバーッと映るとか。そういうことは一切ない。基本的には霊のパワーっていうのがあって、それを映り込むことができないんだけど、あまりにも念が強くて、まだこの世にいるけど、古いって言っても1980年から90年ぐらいの写真なんですけど、頑張って写ってきた。1980年って言いました。はい。1980年だと、戦前とかじゃないですよね。ごめんなさい。この女の子は戦前です。このお写真自体は1980年ぐらい。じゃあ今からもうね、40年ぐらい前。そうです。で、この写ってる子は、
やっぱりそんな、もっと前に、大正時代とかに亡くなった子っていう。へこういう写真ですね。あ一枚目がこちらです。失礼します。すごい。こんなテンポでどんどん出てくるんですね。じゃあ次、これもちょっと分かりやすく赤丸してしまったんですけど、じゃあ今度修学旅行の写真を。はい。これ島田さん、ちょっとよく、これ赤丸の手の指の数数えてもらっていいですか？ちょっと待ってくださいね。なんか集合写真ですよね。男女のグループで、右側に女性が3人いますけども、そのピースしてるのかな？その方の指の数。はい。親指があって、人差し、なんかピースの形がちょっとおかしいのかな？ちょっと右から本数数えてもらっていいですか？1、2、その左手の写真って手ですよね。そうです。ピースしてる。ピースしてる写真ですね。4本。はい。親指と人差し指と中指と、なんかもうあと1本だけって感じですかね。この写真4本しか写ってないんですね。はい。わかりました。わかりました。4本しか写ってないですね。この写真を踏まえた上で、じゃあもう1枚見てもらいたいんです。何同じ女の子の、次の日か、修学旅行の次の日の写真みたいなんですけど、はい。今度、女の子の腕が出てるのわかりますか？わかる。もう1本腕がありますね。これ同じ女の子なんですか？これ同じ女性の写真。はい。左側ですね、しかもね。はい。どちらも左側。で、ちなみにちゃんとやっぱり、見てもらったんですけど、後ろに人とかはいないですよね。ちゃんとあと子供の手なんですよ。結構ちっちゃめの手が写ってるんです。そうですね。長さもね、細さもそうですね。はい。で、それも踏まえた上でもう1枚見て。こちらですね。これまた同じ方なんですか？同じ、ちょっと、その前に遡ったみたいなんですけど、今の写真を踏まえた上で、もう一回アルバムとかを見てたら、また思い当たる節があって見たら、この女の子の後ろに、顔が見える。で、これって、プロの人が集合写真撮るんで、何か変な、全員写らないといけないんですね。やっぱ顔が、クレームが来るので、私の子だけ写ってないと。だから必ず全部確認した上で写真撮るらしいんですよ。だから、後ろに行ったってことはありえないし、壁だったみたいなんです、後ろ。実際は、壁というか幕がありますから、もう後ろに人はいなかったはずなんですね。なのにこういう写り方をしてきて、もうだから、これを見たときに、で、ここのあたりがあるみたいで。はい。やっぱりずっとなんか肩の覚えてる。この人自体が霊感がすごいあるんですね、この3人。この女性に。だからごめんなさい、さっきの修学旅行のね、写真の女性で、さっきの写真、今の女性、全部同じ女性なんですよね。同じ人が、同じ霊がアピールしてて、同じ人の後ろに同じ霊がいるっていう写真、貴重な写真らしくて。しかもすごいのが、左の方の肩が重いっていうことを言ってたときに、全部左側に映ってるんですね。そうです。最終的には、お祓いできたみたいなんですけど、これ解説すると、鑑定された方からしたら、悪い例ではないけど、もう必要以上に、この女の子を友達だと思ってて、もういろんな形でずっとアピールしてるから、そんなに何枚も写るっていうのはあんまり見ないっていう。確かに、心霊写真ってね、ちょっとこう、写っちゃった。でもこれなんかの間違いだろうってあるかもしれないけど、同じ方、ね、同じ人に、全部左側におかしな現象で映るっていうと、やっぱりそれは何かそこについてたんだなって思っちゃいますね。なんか今までに見たことがないパターンというか。そうですね。こんなに何枚も持ってるっていうのは珍しい例みたいです。そうですね。はい。こういう写真もあります。レベル高すぎなんですけど。で、ニコ生も結構続けてきたときに、母から、実は私も持っててって言われて、その鑑定に出してほしいって言われた写真があるんですけど、これはちょっと古いです。はい。まず写真見てください。白黒ですね。はい。これ丸をつけてないです、あえて。はい。そのさんにまず探していただきたいですね。
これ後ろの人だよね。どこだと思いますか？前から2列目、その女性の先生かな。先生の左後ろにいる男の子の右の肩、首のあたりになんか手のひらが見えるんですけど。どこですか？ちょっといいですか？この手のひらは違うんですね、ちなみに。これこの時、当時この男の子がいたずらで、後ろの男の子がこうやってやってるんだ。ピースやってたって、その心霊写真ごっこみたいにやってたんですけど、やめろよみたいな写真なんですけど、もう一つ、その下に指が映っちゃってて、それが説明誰もできないから教えてほしいって、ここにあるんですけど、わかります？もう2本映ってるんですよ。がってこういう風に見えている手のひらっていうのは、これはいたずら。いたずら。で、この下が違う、誰もやってない指。なんかこう確かに2本ポンポンと見えますよね。で、説明がつかないです。これって誰の指なのってなったらしくて。ちょっと見させていただいていいですか？ごめんなさい。本当だ。なんかこういう感じで、肩にこういう風に、もう2本指がかかってますよね。はい。こういう。そうです。で、その指の、じゃあ例えば骨の構造で、どの人か説明しようかなと思って誰もできないっていう。で、誰もやってない。でも指がなぜかいたずらしてる下にもう2本映っている。これってもしかして、そういう霊を冒涜するというか、心霊写真ごっこって昔確かにやったじゃないですか。はい。そういうことに対して、ふざけるなよ。まさにその通りです。よくないんだ、やっぱり。これは、もうむちゃくちゃ怨念というより怒りの念がすごい伝わってくるっていう観点しの方が。やっぱりこう茶化してるっていう行為が、そうです。怒らせてしまってるってことなんですか？はい。本当にいるんだよってことをわざわざ示すための写真だったみたいです。怖っ！このふざけてさ、こうやって手出した子、その後大丈夫だったんですか？それはもう大丈夫だったみたいなんですけど、やっぱり警告ですね、この写真は。なるほどね、子供たちに。そうです。こういう風にやるの本当にやめろよっていう。良くないよってことをわざわざ例が出てきて教えてくれている件、やっぱりその存在感を示すため。やっぱりこれ、当時そのクラスの中では話題になったんですか？やっぱこの写真は、やっぱりもうみんなが、誰がやったのみたいな。ってなったけど、やっぱ誰もいないし、先生たちに見せても、でもどう考えても、ここに指が置けないってなったので。この2本はおかしいですもんね。そうです。そしたらやっぱ、こういうの良くないんだなっていう話になったわけですね。はい。はあ。なるほど。いや、これすごい話ですね。はい。次がですね、都内に、とある心霊スポット、なんかはっきり、団地がたくさんあるので、ちょっと詳しくは避けるんですけど、人骨が100個ぐらい、100体ぐらい埋まってるって言われている有名な出る公園っていうのがありまして。公園の下に？はい。そこに大人数で生配信をするっていうので、突撃ロケみたいな時をした時に、その時に、見てる人から映ってたんだけどって言われて、後で見直したスクリーンショット。動画のね。じゃあ、こちらになります。ちょっと待って、びっくりした。ごめんなさい。何色かわかりますか？びっくりした。ごめんなさい。後ろにいる方は普通人間だもんね。これは人間です。ですよね。で、前にいるのももちろん人間だよね。これ横顔になってるんですけど、こうした方がわかりやすいですかね。横顔？ちょっと待って、ちょっと待って。わかりました？あれ？ちょっと待って。なんか後ろに映ってる人の顔が縦にすると、これも顔になってるってこと？まず、なんかもうちょっと細身の人だったらしくて。あれだったら細身の人なんですけど。ただ、なんかこの配信上とかふっくら見えるなって違和感と、これ二人映ってるんですね。
ごめん、ちょっと説明、あれ俺合ってるよね。まず、ここに完全に顔があるのわかりますか？うわ、そこもあった。あとさ、その、後ろの方だよね。はい。おじいちゃんの顔が。この顔半分がさ、左側だけが、顔になって映ってるよね。はい。で、見てる人は、なんだろうって。なんか、みんな見てる人は、本来はこう見てるので、でも何かずっと違和感があるし、この影に関しては、こう来たらしいんで、今なんか絶対あったよって。で、僕はアーカイブ見直したときに、言われたところで、うわーってなったんですね。もうなんか、半分っていうか、右側が暗くて、左側がこう明るいっていう、なんか骸骨のようにも見えてくるような。もう、こう、いわゆるこういう感じで映り込んでた。ちょっと写真いいですか？それなんでそういうふうな縦でみんな気づいたの？スマホで見てるからってこスマホで見てるからだと思うんですけど、あとはもうみんな多分探してたんですよ、心霊スポットだから。だからさ、ごめんね。この前の方はまあいいとして、後ろに映ってる方いるなーって思ってたじゃない。はい。メガネしてるのかな、何なのかな、ちょっとこう、松原谷さんのように見えるし、と思ってたんだけど、なんか確かに、ちょっとなんか変な、ブレてたりするよね。そうですね。で、これが、縦になった瞬間に、ここに顔が出てくるんだよね。で、さらにここにも顔が映ってるでしょ？もともとは、そのもう一つの大きな顔の方を皆さんが気づいたんですけど、よく見たらもう一人が、もう一つ横顔で映っちゃってるじゃんってなって、それを鑑定で出したら、やっぱり重なって映り込んでる。だからその、いや、すっごい骸骨だよね。これやっぱこの写真も骸骨だよね。骸骨だし、死神のようにもなんか見えなくもないな。で人骨が。そうか、人骨埋まってるって。で、そこでみんな繋がってきたって、うわーってなって。あまり人の顔っていうのそっちに。いや、ちょっと、人骨が埋まってると言われている場所なんですよね。ほんと骸骨にしか見えないんですけど。これが、局から NG 出されたっていう怖い写真ってこと？あ、違います。これじゃないの？はい。もっと怖いやつあるってこと？正直、僕はもっと怖いというかもう、あんまり僕自身もなかなかこういう機会がないと見ないような写真があります。で、さらに最後のもう一枚も残ってるんですよね。これも結構今の時点でものすごく怖かったんですけど。そうですね。じゃあもう次回に。次回行きますか。回しましょうか。そうね、結構回ってるしね。じゃあ次回、